こんにちは、トレップ東京です。今回はファッションにおける色について考えていきたいと思います。今回題材に扱わせていただくブランドは龍之介岡崎です。22年 SS なのかな、衝撃が走りましたよね。びっくりしたね、これは。なんだこれ、なんだこれはが一番最初の感想で出てくるよね。龍之介岡崎というブランドのプロフィールを紹介していきます。デザイナーは岡崎龍之介さん、1995年に広島県生まれ、若いですね。現在は東京を拠点に活動中。2021年に東京芸術大学大学院美術研究デザイン専攻を修了された。ブランド自体は2018年スタート。コンセプトは人間と自然の境界線に衣服がという、そういうコンセプトで、調和をテーマにウェアラブルなアートピースを作成。見てわかる通り複雑かつ抽象的な造形のドレスをメインでね、シルエットとフォルムすごい特徴的なブランドですね。では龍之介岡崎のアートピースを見つつなんですけど、正直造形だったりとかフォルムとか素材だったりとかキリがないですね。ないですね。なんですが、ここで注目したいことがありまして、色、最初見たイメージがもちろん形もそうだけど訴えかけるような色使いだなはすごく感想にあったんですよ。おそらく一番有名なのはこちらのルックだなと思うんですけど、主張がすごいですね。何か訴えかけてるのがすごく思うんですよ。ではここでですね、文化服装学院の特大エリート大沢春樹君にファッションと色の関係性聞いてみたいなって思っちゃうんですけど。そうですね。今じゃあとりあえず龍之介岡崎さんをベースとして考えていくと、あくまで人間と自然の境界線に衣服があるんですよ。でその2つの調和を目指している。だからどこか人間らしさも残しつつ、自然らしさも取り入れていく。例えばさっき見てた縄文土器っぽいもの、縄文土器も元から人間の作ったものでは難しい。そういったあくまで人間と自然がベースになっているのかなっていう。で、僕少しだけ物理が大好きなんで、なんで物理の観点から見たりすると、色ってすごい重要な話題なんですよ。200色あるとか言う方200色言っとけばよかった。いやよかった。安心した物理の中で色が重要っていうこと。色が重要。例えば赤色があります。でこの赤色とかって目に届くまで光の反射率でその見え方とか明るさとか変わるんだけど、でその中で赤ってかなり反射率が高いものなんですよ。他のルックでも赤以外も明るい色が多いですよね。すごい人の目に届きやすいというか、それこそ訴えかけているような見えるんですよ。でやっぱりその水色とか緑とか、それこそ赤もすごい人間と自然の中にあるんですよ。結構色に注視してみると、人間と自然の中に存在する色がすごい使われているというか、それをどこか人の目に届きやすいっていうのはあれか。じゃあ単にビビットっていうだけじゃないんだだと思います。なんかそうやって見てみると、なんか計算してこの配色にしたのかなっていうふうにすごく思って、なんか見方が色を際立たせるために全部ありそう。そういうのも策略じゃないけど、色と色の境界線をあえて作って、こういうところにそっか、ぼんやりしちゃう色もありますね。境界線がなかったら。さっき物理だから面白いって言ったじゃないですか。これってなんかクオリアって言うんですよ。クオリア。そう。人の目に届いた時に、明るって思ったりとか、赤だって思った時とかもそうだし、例えば熱いものに触れて熱ってなるとか、人間のなんていうんですか、受け取る情報というか、そういったものをクオリアと言うんですけど、そのクオリアを注視して服を見てみると、すごい面白いものがあって、例えばシルエットも人を高く見せるシルエット、例えば縦線ですごいストライプで人を高く見せたりするじゃないですか。とかシルエット A ラインとかいっぱいあるし、すごい人の目にパッと届いてパッと受け取った情報を頭ですごい整理するときにクオリアを考えるとすごい面白い見方ができて、それってどう受け取られるかみたいなこと。そうだね、どう受け取られるかな。この服をパッと見て、わ、これだなってなる情報量を
一目で届けられるのはすごい龍之介岡崎さんの本当にうまいなって僕は思ってる。やや話すると、もちろん一目惚れした服とそれに似てる服ってちょっと違くないですか？違うかも。クオリアある説。いや、多分あると思うよ。でもなんかファーストインスピレーション結局人間間違ってないっていうよね。俺もよくデザイン迷って結局一番最初のデザイン戻すみたいなあのがよくあるんで。そっかそっか。デザインをするときにもそういうのってある。そうあと服を着るとき一日の始まり何着ようかなーでいろいろ着て結局最初の服に戻るみたいなのがよくあるし、そうなんか今日まさにそうだわ。僕もちょっと安くて似てるやつあって買っちゃった。あ、でもなんか違うぞみなんかたいな。違うわ、すごいある。あるあるだよね、うんこれって。買った後にあれやっぱあっちだったなっていうのがすごいあるね。これがクオリアですよ。クオリアですよ、これが。かなり面白いですよ。音とかもそうだし、音もねそういろいろとクオリアは本当にね。じゃあここで春樹くんの白は200色あるんだぞコーナー。すごい振りが来た。春樹くんはさっき話聞いてたところ、白という色にすごい興味、関心がね。関心があります。じゃあちょっと白についていろいろ深掘って聞きたい。今日みんな白入ってますよね、とりあえず。そうだね、みんななんだかんだ白は。なんでこの白綺麗なんだろうって思いません？白は綺麗なのと思う。美しいじゃないですか。それが僕よく迷ったことに対してそのルーツまで辿んないと気がつかないんですよ。はいはい。なんで俺これが好きになったんだろうとか、この色見てたんだろうとか。それで言ったらなんで白がこの綺麗なんだろうっていうことなのかな。そうなんです。で、それを深掘った時に自分もすごい何かを重ねることがあって、例えば白色ってすごい汚れやすいじゃないですか。汚れやすい。汚れやすい。で、汚れたら嫌じゃん。嫌だ。汚れたら嫌だし、なんかちょっとこの服ちょっと着たくないかもみたいになっちゃうじゃん。けど僕の中でじゃあそんだけ汚れやすいなら汚れにくくなればいいじゃんって思うんですよ、白に対して。そんな嫌われるなら変わればいいじゃんお前がぐらいになるんですよ。けどそこにおいて絶対に自分の意思を曲げずに俺は白であり続ける、汚れてもいいんだ、汚れやすい、でもそれが俺は美しいんだよっていうのをすごい主張してくるように思ってしまって、ほー。だからこれって例えば現代の人間に対してもうすごい当てはまる部分があって、よく人の意見あるじゃないですか、それに対して流されてとか人の意見に合わせないと嫌われてしまう、ここ同じ行動を取らないと同じ意見にしないとかってよくあるじゃないですか。けどそこにおいて僕がこうであってほしいなって思うのはあくまで自分の考えは信じてほしいんですよ。あくまでその正しいか正しくないかとかは確かに存在するけれど、あくまで自分の意見というものは持ってほしい。そこにおいて他人の意見っていうのは気にせず流されないでほしいなと思うんですよ。なんで僕はこの白に対して主張が強い、自分の意思を持った強い色だなと思ってて、俺今日から白着ます。白もっと着る俺。ちょっと話それちゃうんだけど、カモンカモンっていう映画知ってるかな。全部白黒だもん、映像が。その中で、あらすじとか話すとちょっと難しいんだけど、子供、ちっちゃい子が頭良くて、で、その頭いい子と育てをしたことがないお兄ちゃん、その子供のお母さんのお兄ちゃんが面倒を見ることになって、でそこの中でどんどん子供と一緒に成長していくっていう話なんだけど、そこの中ですごい面白い対話があって、子供ってすごい無邪気じゃんと思ったことすごい気になるんだけど、大人ってどこか楽観視してしまう部分があるじゃん。一概には言えないんだけれど、その映画の中での像はそんな感じだったんですよけど、そのことを過ごしているうちに自分の感情を表現するのがどんどん上手くなっていって、そう子供から学ぶんだ。でここで一番最初のその白黒しかない映像が、ってことに戻って俺が考えたときにすごい訴えかけてくる映画なんですよ。訴えかけてくる映画なんだけど、映像に対して白黒がないってことはつまりなんだって思ったときに、そのあくまで映像は映像でしかなくて、言いたいのはその中のセリフを聞いてほしいから、その映像の中の情報量をあくまで白黒に抑えてっていうことなんじゃないかなって思って、確かに映像から受け取る情報量はすごい少なかったけど、気になる部分もすごいあったから、例えばニューヨークとかが舞台になってるんだけど、ニューヨークの街を白黒で見た時に美しかったんだよ。あんなカラフルな街を
白黒で見て美しかった、これってどんだけ美しいものって白黒で見たって美しいんですよっていう、なんかあくまで情報量を少なくしても白黒って結局美しく見えるようにすることができるっていう、僕の中ですごく刺さる映画だったの。なのでぜひ見てみてください。やっぱり名前はカモンカモンっていう映画で、僕大好きな映画なんで見てみて、すごい楽しい面白い映画、いろんなねセリフが僕のメモ帳の中に書き込まれました。名言もある。名言いっぱい出てきます。龍之介岡崎のルック見ながらファッションと色について結構深掘れたかなと思います。じゃあファッションと色どういうふうに向き合っていったら。そうですね、あくまで自分の好きな色って何かなって考えてルーツ探しをしてみると、自分探しというかその色に対しての愛も見つかるじゃないですか。そうすると、じゃあこの色をどう生かしてやろうかとか、どこに持ってくる、逆にこれ差し色に使ってやればいいんじゃないかとかもすごい考えることができるので、ルーツ探しってなんかやることも大事だなって思います。はい、それで今一緒です。色をどうやって向き合っていきますか。僕はとりあえずちょっと白着たいなってよかったとちょっと向き合っていきたいな。よかった、ぜひぜひ。私はめっちゃ黒好きなんですイよ。メージめっちゃありますね。黒ばっかなんですよ。それも入ってても一緒で、もう大学生の時に服を作ってて、黒って何色あんねんってことに気づいたんですよ。これ黒についても話し出したら長いですね。聞きたいなでも。それでもう黒にどっぷりハマって、黒と白っていうのが反対するように書かれてるけど、実は近しい存在だよみたいなのは、そうふうに思って、それを思ったのも、ハルキ君が白が好きな理由っていう話と内容が私全く一緒なんですよ。だからこんなような反対には使われている色だけど、近しいぜひ自分は黒、それっぽい黒じゃないですか。やっぱり黒コーナー来ますね。黒コーナー来ますね。来ますね。じゃあ交互期待ってことで楽しみ。それではいかがでしたでしょうか。皆さんが好きな色、ぜひコメントに書いていってください。なんで好きかなとか、それこそね、ルーツ探しもしてみてくれたらとっても嬉しいです。それでは今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。